こんにちは。新宿系 VTuber のやしろましろです。どうぞよろしく。今回はこちら。地鎮祭って何？セルフでもできるの？って話をしていこうと思います。皆さんは地鎮祭って聞くとどういうことを思いますか？家を建てる前に地鎮祭をやった人もいるんじゃないですか？それか地鎮祭こそやらなかったけどお供えだけした人とか、そもそも地鎮祭って言葉自体を聞いたことがない人とか。なので今回は地鎮祭についてお話をしようと思います。それではまずはじめに、そもそも地鎮祭とは何かからお話をします。地鎮祭とは土木工事や建築工事を行うに際して着工前に土地の神様へのご挨拶、工事の安全や完成後に問題が生じないこと、その地に住まう人々のいやさかを祈願して行われる祭儀でございます。これから作業しますけどよろしくお願いしますっていうやつですね。地域によって名称や内容に差があります。地鎮祭という名前以外に床沈めの祭りや地祭り、地引き、時間上などと呼ぶところもあります。どういう風にやっているのかというと、地鎮祭を行う土地の真ん中に青竹を4本立ててしめ縄を張ります。その中に祭壇を設営してお供え物などを盛り付けるなどの前準備をします。先ほど内容にも差があるとは申しましたが、基本的な流れは神社の中で行う祭礼とおおよそ一緒です。清めを行った後に礼を尽くすっていうところがですね。ただ地鎮祭特有の儀式というのがいくつかありまして、こちらが式次第でございます。手水、主罰、行進士奏上、献線、祝詞奏上まではほとんどのところだと一緒だと思いますけれど、祝詞奏上より先は神社によって順番や名称、内容が変わってくることと思います。地鎮祭で特徴的なのが切ぬさ3枚、桑入れの儀、鎮め物の3つの儀礼です。場所によってはこれが四方払い、仮初め、うがち初めと呼んだりもします。まず切ぬさ3枚、これは土地を払って紙や麻を細かく切った切り草やお米、塩などを土地の四隅に巻きます。次に桑入れの儀、これは鎌、桑、すきを使って草を刈る動作や土を掘る動作をして土地に手を加える神事でございます。神事用なので実際の農具ではなく綺麗な神事用のものを使用します。施主さん、施工業者さん、設計士さんなどそれぞれの立場の人がどの道具を持つのかとか決まってるんですよ。で、最後に鎮め物、これは土地の神様への神仙とは別のお供え物で、地域によって形が全然違います。鉄板で作られた人型や武具だったり榊の枝だったりします。神事の際に埋める儀式をするところもあれば、終わった後に施工さんに渡して基礎工事の際に埋めるところもございます。何回か場所によって違うと申し上げておりますので、現在地鎮祭を考えている人、またもし不動産業者の方が見ていらしたら、その地域の神社に直接お尋ねください。地鎮祭でどんなことをやってるのか説明をいたしました。では次に、自分たちだけでセルフでできるのかということについてお話をします。昨今セルフ地鎮祭という言葉もよく聞くようになりました。セルフ地鎮祭というのは神職も施工も呼ばずに施主のみで行う簡易的なものらしいです。場合によっては不動産会社のスタッフさんが案内して、でそのスタッフさんと一緒に行うっていうところもあるらしいんですけれど、ほとんどの場合施主のみで行っているようですね。いくつかセルフ地鎮祭のやり方みたいな動画やブログを拝見しましたので、そのことについてお話をいたします。神社にもね、時折質問が来るんですよ。セルフ地鎮祭ってどうやるんですかとか、鎮め物っていただけますかとかね。なのでセルフ地鎮祭はできるのかできないのか、やれるとしたらどうやるのかという質問にお答えをすると、できない、セルフ地鎮祭という言葉はないという答えになります。これね、結構デリケートな話なので、きちんと言葉を尽くしてお話ししようと思います。じゃないと、すでに家を建てた人、自分たちでお供え物を用意して
行って家を建てた人たちを傷つけることにもねなりかねませんのでね、家を建てる前に土地の神様へ挨拶をしようと思い立って、でお供え物を用意しようと思ったこと、そして実際に用意したことはね、決して批判されることじゃないと思うんですよ。だってお供え物を用意して、で土地に備えて、で備えた時に手も合わせたんでしょ。それに関してはね、ケチをつけてはいけないですからね、その部分はね。ただそれが地鎮祭にはなり得ないっていうだけのお話でございます。お供え物を用意した心根はもうちゃんと立派なものだと思いますよ。でもちょっと地鎮祭ではないんですよ。そう、残念ながらね、地鎮祭では決してないんですよ。この動画は神社解説ですから、その辺ははっきりとお話をいたします。最初のフリップで地鎮祭は祭儀であるという説明をしたかと思います。祭儀というのは祭礼の儀式という意味でございます。地鎮祭は儀式なんですよ。分かってる方多いとは思いますけれど、で式自体も見せましたよね。手水をして清めて主罰してお供え物を用意して祝詞を掃除して司法をお祓いして土地に手を加えて玉串を奉納してっていう、これらの儀式全体が地鎮祭なんですよ。状況によっていくつかの祭典の内容を省略することもあるかもしれませんよ。例えば玉串を参列人数全員ではなく代表の方1名にしたりとか、何かしらの順番を変えたりとかはあるかもしれません。でもお供えの部分以外全カットっていうのはですね、略しすぎですよ。もう原型ないじゃないですか、これって。これはもうね、地鎮祭の儀式としては成り立ってはおりません。セルフ地鎮祭のことを略式地鎮祭って言ってる人もいるそうですけれど、ここまで略すとね、これはもう地鎮祭ではないんですよ。で、もう一つ別の視点から申し上げると、日本には仏教徒もキリスト教徒もおりますからね。仏教だと起工式と呼ぶそうですけれど、神社のやり方で地鎮祭をやらないって決める人もそりゃいるかと思います、ね。お財布事情もあるかと思いますしね、全員が地鎮祭をやるわけじゃない、それはわかります。でもね、神社に依頼しない、神道のやり方でやらないと決めたのなら、神道式でやらないのに神道の祭礼の名前だけパクってそれ風に見せかけるっていうのは違うんですよ。それはね、やっちゃいけないことでございますよ。ね。神道でやってないのにそれ風に見せかけて地鎮祭だと言い張るんだから、そりゃあね、多くの神職さんたちセルフ地鎮祭っていう言葉に不快感示しますよ。ね、最初にセルフ地鎮祭なんて言い出したのはどこのドイツなんでしょうね。今まで説明してきましたけれど、セルフ地鎮祭って結局地鎮祭やってないことと同じでございますからね。ややこしい造語を作ってくれましたよね。以上が地鎮祭の説明でございます。みんなわかったかな？たまに相談があるのが、もう家建てちゃったんだけど今からでも地鎮祭できませんかってご相談が来るんですよ。数は少ないですけれど、年に 1,2 件ぐらいね。何かあったんですかね。冒頭申しましたが、地鎮祭は工事に着手する前の祭礼なので、もう建てちゃったらもう地鎮祭はできません。なのでこれから家を建てる人は後悔がないようによーく考えた方がいいですよ。というところで今回の動画はこの辺で。また見てくださいね。高評価、チャンネル登録お願いします。高評価を押してもらえると YouTube さんがいろんな人におすすめしてくれまして、たくさんの人に解説動画とか見てもらえますので、高評価とチャンネル登録どうかお願いします。